はい、皆さんこんにちは。今日はですね、近況報告と私のピッチアクセントに対する考え方について話そうと思います。まあ、私ちょっと顎関節症の痛みがちょっとひどくなってきまして、しばらく休みますって言っても多分1、2週間で復活すると思いますけどね。ちょっと医者にもね、黙れと言われてるので、ちょっと喋らないようにします。はい。で、あともう一つですけど、私の外国人学習者の、日本語学習者のピッチアクセントをどの程度習得したらいいか、ピッチアクセントについてどうやって考えたらいいかっていう、そういうのについての私なりの意見を話そうと思います。それですけど、じゃあ私の話をすると、私は昔焦点とか外伝っていうふうに、焦点と外伝を発音してました。焦点っていうのは天に昇るって意味ですね。で外伝っていうのは外に伝えるって書いて、なんか本とかの、なんかうーん別のエピソードみたいな、なんかそんな意味ですね。でとにかくその外伝とか焦点っていうと、多分標準語を話す人にとっては、なんか外伝はなんかロボットかなんかの名前みたいな。であと焦点はお店にしか聞こえないんですね、多分。で私はこの言葉を初めて多分覚えた時っていうのは、漢字典とかを見て、それで要は実際にその単語が発音されるのを聞いたことがないまま勉強したと思うんですよ。でだからそういうふうな、自分の読み方、自己流の読み方みたいなのができたんだと思うんですね。でそれってある意味でその外国人学習者、日本語学習者の皆さんに起きてることと同じじゃないですかね。要は程度の差はありますよ。日本語学習者の皆さんの方がもっともっとそういうの数が多いんでしょうけれども、私も要はそうだったわけですよ。でもしですよ、もし例えばですけど、私は日本語の本が読みたいだけで日本人と話したいんじゃないんだと言うんだったら何の問題もないですよね。っていうか、私が例えばその単語をそうやって読んで、それが本質的にその、標準語と比べて劣ってるとか悪いとか間違ってるっていうのは、別にないですよね。それはだって、それは要は私なりのその喋り方っていうそれだけですよね。ですけど通じづらいっていうのはありますよね。要は利便性ですよ。便利かどうか。例えばですけど、さっきみたいな感じでその標準語を喋る人にとってはやっぱ焦点とか外伝とかやったらやっぱ分かりづらいんですよ。だからそういう点で直した方がいいかなと思うんですけど、なんかそこで例えばですけど、私のピッチアクセントは間違ってるんだというような、そういう考え方まではしなくていいと思うんですよ。だってそれを言ったら、私も演習弁ですけど、母語は演習弁間違った日本語なんですかねって話になりますからね。演習弁のピッチアクセントは間違ってはないですよね。だってそれはそれでそういう言語ですからね。それと同じですよ。だから外国人学習者、日本語学習者の皆さんのピッチアクセントっていうのは別に、だから本質的に間違ってるとか悪いとかそういうことはないんですよ。ですけど標準語、関東の方言に近いように喋った方が分かりやすいと、そういうことはあると思いますね。